今回は太陽型空母3隻のバーチャル上で復元された姿を紹介し、太陽、運陽、中陽の3隻の同型艦の違いを交渉するというマニアックな動画になっています。太陽型空母のルーツは昭和15年1940年の東京オリンピックにまで遡ります。オリンピックを控えていた日本では、海外からの観光客を呼び込むために大量の大型客船の建造が計画され、特に欧州航路を担う新型貨客船の整備は喫緊の課題でした。その一方で、海軍では1933年頃から大型貨客船を航空母艦に改装する研究を行っていました。空母のルーツをたどれば商船を改装したことに始まっており、一見すると妥当性のある考えでもありましたが、経済速力などを考慮する商船と軍艦の間では性能的な隔たりが大きく、要望に応える民間企業は現れませんでした。そこで、ある程度要求性能を妥協した上で、国が助成金を出す、いわゆる優秀船舶建造助成施設を行うことで建造に至ったのが、通称 NYK と呼ばれた、新田丸、八幡丸、春日丸の3隻でした。この3隻は日本から欧米航路に就航していたイギリスやドイツの大型客船に対抗するため、例えばドイツの新鋭貨客船、シャルンホルストにはなかった冷房施設を一等客室等に備えた上で、プロペラや航海用具、貨物設備など国産化が図られました。竣工時から日本の造船科学の粋を集めたと評されるなど、当時、世界一の保有トン数を誇ったとされる日本郵船を代表する船として、活躍は約束されたかのように思われました。しかし、その後、国際情勢の悪化によるオリンピック事業の中止、アメリカとの開戦が現実的なものになると、空母への改装が考慮されていた新田丸型は海軍に買い上げられることになります。そして、春日丸級特設航空母艦として就役すると、後に太陽型空母の名称に改められることになったのです。太陽は1941年9月5日に竣工した太陽型空母の一番艦です。その前身は新田丸級貨客船の3番船春日丸にあたりますが、春日丸は竣工前に海軍に徴用されたことで、貨客船としては完成しませんでした。春日丸が進水した昭和15年1940年9月19日の時点で、すでに客船としての工事がかなり進められていましたが、これら偽装は解体された上で空母への改装工事が行われました。太陽の残された写真は1943年9月頃に撮影された1枚で、飛来した箇所の修理を受けようとしている右舷からの姿が残されています。ここからは空母太陽の艦用について詳しく見ていきましょう。太陽の飛行甲板に設置されているタワーのようなものは、望楼は見ての通り、水上の見張りなどに使用されました。平甲板型空母と呼ばれる飛行甲板に環境がない空母だった太陽型は、視界の確保のためにこのような設備を必要としたのです。乗員は自ら双眼鏡を持ち込んで、見張りに当たったという証言が残されている、スリリングな職場になっております。また、気筒式空中戦士中にも、同様な見張り所が認められ、これらは通称ハトノスと呼ばれました。次に太陽型空母を正面から望みますが、客船としての面影を残しながら、大きく張り出した台座には、広角砲が設置されていました。これは12サンチ単装広角砲と呼ばれるもので、日本の空母では太陽型にのみ搭載が確認されています。その隣にあるのは広角砲用の4メートル測距儀となっております。太陽の単装広角砲は合計6機の搭載が予定されていましたが、証言によると最後まで4機であったようで、艦の中央の大型の台座には広角砲は搭載されておらず、その後3連装機銃の増設が指示されましたが、それも搭載されなかったと考えられます。なお、客船時代の面影を残す艦首の様子は画面をご覧いただければと思います。客船時代の名残として、艦首の上甲板には木甲板が張られていましたが、飛行甲板については鉄甲板にセメントを塗っていたという証言が存在しています。ただ姉妹艦の空母中陽の証言では、赤みがかった灰色だったと改装されていたことから、太陽にはゴム素材の一種であるラテックス皮膜の飛行甲板が張られていたと考えられています。また、太陽の飛行甲板は長さが延長されたと考えられていましたが、近年の研究では延長工事は行われなかったことが判明しています。太陽の飛行甲板にある215号電端は昇降式ではなく移動式であったと言われ、下部に車輪が取り付けられていたと証言されています。
最終時の太陽の飛行甲板は戦争の後半に差し掛かる時期に考案された対空迷彩が施されていました。この迷彩は商船へと艦首を擬態させた上で、パターンを艦首と艦尾にずらして迷彩を描いて爆撃の距離を惑わす効果を期待したものでした。太陽型ではこの対空迷彩を様々な形態で試験していたようで、太陽の対空迷彩は第1案、中陽のものが第2案、運陽のものが第5案に分類されています。第5案のものは雲龍や髄核でも採用されたものとほぼ同じパターンとなっており、その後の迷彩の基準となりました。こちらは近景で太陽の艦尾部分を捉えた非常に珍しい構図の写真になっています。この写真では艦尾部分の偽装や副病や限界電路が確認できるとともに、船体に開口部があったこともわかります。この開口部は客船時代にも見られ、太陽と運陽で差が見られる箇所になります。太陽は空母に改装された際に機関の換装が行われなかったことで、最高速力は21ノットと空母としては低速の水準にとどなってしまいます。ただ、1941年12月8日の開戦時は、小型空母龍城とともに第4航空戦隊を編成し、空母部隊の一翼を担いました。その後に太陽は連合艦隊付属となり、哨戒任務や輸送任務に従事することになりました。運陽は太陽型航空母艦の2番艦で、もともとは新田丸級貨客船の2番船、八幡丸になります。八幡丸は1941年10月21日に海軍に徴用され、1942年5月31日に空母への改装を受けて特設空母となりました。しかしその後、ミッドウェー海戦の大敗を受けると、八幡丸は空母運用として帝国海軍航空母艦籍が与えられました。今回の復元 CG は書籍日本空母ピクトリアルで描かれた最終時の姿を再現したものです。運陽も太陽と同様に最前線の航空基地を支えるべく輸送任務に従事していましたが、1944年1月に敵潜水艦からの魚雷攻撃により艦首を破損。その後応急修理を受けて横須賀へと向かいました。しかしその途中、波浪のために仮の工事状態だった艦首が切断、飛行甲板も変形するなど大きな損害を受けてしまいます。そのため横須賀海軍工廠での修復工事では、艦首の新造、破損した飛行甲板の修理と延長など多岐に及び、一番艦の太陽とはかなり異なる艦用となりました。特に延長された飛行甲板や修復と増設されたスポンソンの形状は角型になっている箇所が目立ち、全体的にポリゴンモデルのような雰囲気があったのではないかと考えられます。また降車装置の設置が行われ、機銃塔の増設も確認されています。その他竣工時からの太陽と運陽の大きな違いは羅針環境にあり、太陽と運陽とでは環境の高さ自体が異なっています。こちらは太陽と運陽の窓の内側から見た視界になりますが、飛行甲板の延長されていないはずの太陽の環境からの視界の方がやや狭く、視界の確保のために設計が変更された可能性が考えられます。また、太陽の羅針環境は前面にガラス窓があるものの、その横はオープンになっています。対して、運陽と中陽は密閉式の羅針環境となっており、運陽では環境設計の最適化が行われていたことが確認できます。このように運陽は大規模な修理と改装が行われたものの、工事は4ヶ月という短期間のうちに完了となりました。その後運陽は、護送船団の一員として新たな任務が与えられましたが、そのわずか1ヶ月後に潜水艦からの雷撃により沈没。このため運陽の改装後を捉えた写真は1枚も現存しておりません。中陽は太陽型航空母艦の3番艦で、もともとは新田丸級貨客船の1番船、新田丸になります。新田丸は NY 計3姉妹の中で、短いながらも一番長く客船としての役割を果たし、空母の姿に改装された時期も姉妹艦の中では最も遅い1942年11月のことでした。写真こそ乏しいものの公式図面が残されている太陽と運陽とは異なり、中陽は図面も残されておらず、現存している写真も大変少ないため謎が多い空母となっています。この中陽を右舷から捉えた写真は、当時駆逐艦潮の艦長だった神田武雄大佐が愛用したライカのカメラで撮影したもので、中陽の艦用を伺い知る数少ない資料になっています。余談ですが神田大佐はカメラマニアとして知られており、
トラック諸島に停泊していた大和と武蔵を撮影して後世に残したことでも知られています。太陽と運陽よりも遅れて改装された中陽は、先んじて改装された太陽型の設計の最適化が行われており、竣工当時から延長された飛行甲板や正規空母にも準じた武装が施されていたことから、中陽は太陽型の中でも最も空母としての完成度が高い艦と言えました。しかし戦術の通り、太陽型は低速のために艦載機の運用には向かず、もっぱら輸送任務に従事していたこともあり、この航空偽装の徹底ぶりには疑問点も残ります。もしかしたら、太陽型を空母部隊に組み込むような算段が何かしらあったのかもしれませんね。中陽は当初から連装広角砲を搭載しており、太陽とはかなり艦用が異なっているのがわかります。一層低い羅針環境の窓の位置などは運用と共通となっていますが、中陽は太陽型の中では最も早い1943年12月に沈没しており、防漏などの設備は残されていたと考えられます。こちらは最終時の運陽と中陽との比較ですが、94式降車装置の設置位置や機銃の位置などの違いはあるものの、両艦はとてもよく似ています。これは運陽が中陽の偽装を参考に飛行甲板の延長などが行われていたためです。こちらは右舷の様子ですが、中陽にはシールド付きの機銃が搭載されていたのに対して、運陽にはシールドはなく、機銃や降車装置の設置位置が異なっていることがわかります。中陽と他の2隻の決定的に異なる点と考えられるのは、艦首にある甲板で、太陽と運陽の木甲板とは異なり、鉄甲板である可能性が高いと考えられています。このように、3隻の時期の異なる太陽型を並べると、中陽の姿はちょうどその中間的な艦用と言えます。さて、太陽型空母は海戦に参加することはなく、活躍の機会がなかった空母と言われていますが、日米の一大消耗戦となったソロモンでの戦いでは、太陽型の航空機運搬能力が発揮され、長く戦線の維持に貢献しました。また、前線の交代とともに、それまで軽視されていた海上護衛に太陽型空母が投入されたことで、こちらも一定の成果を残しました。その一方で、3隻ともに夜間の潜水艦からの攻撃により失われており、これは搭載機による対戦哨戒や、目視による見張りが困難となる時間帯を狙われたことが原因でした。このため、太陽型空母の運用方法については疑問や批判も存在しています。以上が太陽型3隻の検証動画でした。今回の太陽型復元 CG は、艦船模型スペシャル、日本空母ピクトリアル、軍艦メカニズム図鑑、真実の艦艇史に掲載された図面や情報を踏まえて制作いたしました。この場を借りて深く感謝を申し上げるとともに、もし模型等に挑戦する方は該当書籍も手に取っていただけますと幸いです。また、純同型艦の海洋と新洋も復元作業が完了しましたので、近日中にメインチャンネルで、まずは CG 映像を中心にお届けしたいと思いますので、しばらくお待ちいただければと思います。よろしければチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。